10月、大阪府某所。清掃人である亀沢はゴミ屋敷の清掃を依頼され、現場へと訪れていた。あ、こんにちは。こんにちは。関西クリーンサービスの亀沢でございます。お願いします。本日はよろしくどうぞお願いいたします。はい。結構この辺りがもうゴキブリの糞ですね。全部そうです。はい。もう片付けてるうちにいろんなところから出てくると思います。 G の糞を前にしてもどこか平然としている亀沢。普段からめったに取り乱すことのないその立ち振る舞いに、制作スタッフの間である疑問が浮かんだ。この人、苦手なもの本当にないのか？本人に直接聞いてみることにした。はい、カットです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。現場とかもはい。なんかいつも堂々とされているんで、苦手なものとかってないんですか？苦手なものですか？は苦手なもの、い。はい、ないですね、全く。全くないですか？全くない、全くないですね。恥ずかしそうな表情に白を切っている気配を感じざるを得ない。そこで我々は彼の幼なじみであるスタッフに白羽の矢を立てた。と、はい、お聞きしたいことがありまして、はい。今お時間ですか？あ、わかりました。はい。何か知っているに違いない。階段イベントお疲れ様でした。あ、いえいえ、ありがとうございます。ちょっとお聞きしたいのが、はい。亀沢代表っては苦手なものってあったりしますか？ないですか？いやでも昔からゴキブリがやっぱり嫌いだと。ちっちゃいゴキブリが現れてもギャー言うぐらい。そうなんですね。はすいません。ありがとうございます。はこれおさんが言ったっていうのはわからない。い。なんとってください。その真偽を確かめるべく我々は早速検証してみることに。なかなかスマホに触らないので鳴らしてみることに。お、あ、びっくりした。お疲れ様です。何これ？どうされました？いや、びっくりした。今何？めっちゃ鳥肌立ってるんですけど。マジでやめて。もしかしてゴキブリ苦手ですか？いや、ほんまに無理です。ということで別日に最終確認の場を用意。出た。お疲れ様です。またや。どうされたんですか？いや、ゴキブリ G。うわ、めっちゃいい。こんな数よう集めましたね。アマゾンでアマゾンでこんなん売ってんの。誰が買うの？僕が買いましワックンやったら買うんや。た。すいません。こんなん買ってみた、初めて見た。亀沢にも苦手なものはあった。こんなんから根絶したいぐらい無理なんですよ。ほんまに。僧侶とは思えぬ発言からゴキブリへの憎悪が確認できた。そんなゴキブリが苦手な亀沢はまだ知らない。この現場が人生最大の試練となることを。ちょっとゴミのせいでドアが開かないような状況になっています。では奥の方に、奥の部屋ですね。もうちょっとゴミが押し寄せてきてドアが開かない状況なんですけれども、ちょっとこの隙間をかいくぐってよいしょ。いけます？大丈夫ですか？
では本日よろしくお願いします。お願いします。今日はもうこの1日かけて、はい、こちらのお部屋のこの不要品ですね、はい、全部搬出させていただきます。ずっとどっかのタイミングで綺麗にしなきゃな、こっから先生活していくのもこんなとこではなと思ってたんですけど、はい、なかなかそのきっかけがなくって踏み出せなかったんですよ。はい、でその時にちょっと前に彼氏ができて、あ、そうなんですね。そう、はい、でその彼氏が家に来たいって言ってくれたんで、ちょっと今しかないと思ってちょっとお願いさせていただきました。あ、なるほど。ではまだ彼氏さんはこちらのお部屋にはまだ来たことないですし、こういう状況ということも全然知らない。あ、なるほど。のはだいたい何年ぐらいをかけてこういう状況になりました。3年ぐらいですかね。3年ぐらいかけてこのような状況になっていたと。見た感じ食品系がね、はい、やっぱり多いのかなっていうような印象なんですけれども、はい、なぜこういう状況になったかっていうことなんですけれども、はい、こっち来てちょっとしてからバイトの掛け持ちを始めて、はい、不規則なシフトやって夜勤明けとかやとどうしてもここ時間が決まってて出せない日があったりして、そう出せない日があって、はいはい、溜まっていった。そう溜まっていった。何時までに出しとかないと持っていてくれないよみたいなのが決まってるので、はい、なるほど。そうよくありますね、そのパターン。はい。ちなみにご職業はどのようなご職業？ご職業は、はい、面 S？面 S。そう、なんかそういうそっち系。向こうお客さんで LINE 交換してよみたいなの言われてっていう感じですね。なるほど。別のところにちょっと彼氏と一緒に住んでて。はい、こうやってお話しさせていただいてる間も結構なめちゃくちゃ大きいです。あれ飛びそうやな。ちょっと怖いな。ちょっとほんまに怖いな。もう無理。めっちゃ怖い。気になるな。気になりすぎてそれどころじゃない。でかいで、これ飛ぶんちゃう？卵持ってるんちゃうか。腹がでかい。確かに動き鈍い。光に寄っていってるライトに。なんか来そうです。でも飛べないんちゃうかな。飛べなさそうですね。飛べなさそう、体重くて。ここまで行っても飛ばへんってことは。気分が天井にいて膠着状態が続いてじゃあ今日は綺麗にお片付けして、彼氏さんをお招きできるようなお部屋に仕上げていきますので、よろしくお願いします。見えますかね、これ。すごい濡れてるんですよ。濡れてますね。何やろこれ。結構濡れてますよね。なんか漏れてるんですか。経験上、どんなことが今のところ考えられますか。おトイレしてしまってる。ゴキブリめっちゃいますね。多分相当出てくると思いますよ。ゴキブリですか。大きいゴキブリいっぱいいますよ。これも何かの虫がうにょうにょと。でかいでかいでかい。今声かけただけで多分10匹ぐらいいました。やっていきましょうか。はい、早速。ゴキブリの匂いするの？しません。ゴキシはします。ゴキブリに匂いってあるんですか。ゴキブリ独特な匂いがあるんですよ。これちょっと嫌なんですけどね。覚えてしまうと。それを飲食行ったら結構敏感になりますね。昔ながらのお家入ったらうわっていう感じで。知らん方がいいですね。そう、ほんまに知らん方がいいんですよ。意外と高くて古いお店でもね。ショックですね。いや、めっちゃショックです。
3匹跳ねました。ここで3匹跳ねます。それ怖い。それは怖い。なんどうしたんですか。めっちゃでかい。びっくりした。いやこれビビりますわ。怖い。これ無理怖い。靴の中に入れる。おお。お前。いきなり出てくるからだんだんゴキブリの匂いがすごいゴキ臭がしてきた。全部ゴキブリの糞です。これ見てください。この発泡スチロール、ゴキブリが食べていってるんですよ。発泡スチロール。納豆の蓋が開いてないのに納豆がない。これ全部ゴキブリの糞です。中ないんですよ。発泡スチロールを食べていって納豆を食べてしまった。なんかいろんな虫が多いの。ちょっと不思議な。不思議ですね。うわ、ミニゴキがすごい。ミニゴキが。これ閉めた方がいいの。うわー、でかっ。めっちゃおるわ。軍隊のように走ってた。首寝違えたっすわ。勢いすぎて。筋ありました。勢いすぎて。痛い。どこ。ひげ長。カミキリムシみたいな。いや、近いわ。近い。これ。森。もう平気になってました。早い。なんでしょう、トイレが一番綺麗ですね。あ、確かに。はい、本当に綺麗ですね。でもやたらトイレにゴミがありますね。ミニゴキちゃんがみんな移動してます。トイレにいっぱいいますね。うわーっと。スミカです。スミカ。はい。端っこがもうゴキちゃんのスミカになります。真っ黒クロスケと一緒に。ゴキブリたちに悪はないんで。そのつぶつぶも糞ですか？これつぶつぶ糞ですね。ゴキブリの。昔行ったとこ思い出します。ああ、確かに。押し入れの中。はい、ザーって。そう。よし、トイレ終わり。うわ、すげえ。これ避けただけで。うわ。ゴキブリの住処を確認することに。真っ黒クロスケみたいですね。ここだけでこの数ですからね。ここまでどうですか？高さが全然なかったので、さっといけたんですけど、ちょっと原因不明のこの床のびちょびちょが本当に何なのか、吹き上げていこうかなと思うんですけど、食品系が多いんで、ね、ゴキブリも結構いますよね。結構いますね。飛ばれたりするのがびっくりしますよ。
なんか動いたって感じで奥がちょっとやっぱりお客様のいるものが多いので、しっかり見ながら作業したいなと思います、はい、なのでまあとりあえず動線のここは一旦終了ということで、はい、卵の殻なんですけど相当ありますね。すごい量ですね。いや本当にすごい量ですよ。100個以上はあるんじゃないですかね、卵。なんかもうなんかねいないと思うんですけど、なんか歩いてるっていう感覚が、壁近いところほんまになんか歩いてない？大丈夫？汗っすわ。あ、汗が垂れてるっすわ。汗よ。もうすごいですよ。もうまあ卵の殻パキパキなんですけど、なんか水分がなくなった音って言ったらいいですかね。なんかすごい、乾いた音。そう乾いた音が。これ手袋あるんでお客様もやっぱ掃除しようっていう気はあったんでしょうね。汗ですかね。汗ですね。汗ですね。もわん。下まで卵の殻ですね。あ、表面じゃなかったんです。遅い。今の何ですか？今のゴキブリですね。うわ。いらないって言ってたらちょっとお借りしますね。うわ、結構下まで本当に。ごめん、これ二重の方がいいかも。何度も言いますよ。ゴキブリはいいんですけど、急にこの飛び出てくる感じがびっくりしますよ。あ、足元いますよ。カメラ映ってない人もいっぱいですね。あ、渋谷。珍しい。久しぶりに見た。脱皮したてかもしれない。なんですよね。あ、撮ってください、撮ってください。見えます？白色。脱皮した時のそのアルビなのか、アルミの。脱皮したてっぽいですね。なんか茶色っぽいんですよね。ああ、なるほど。あ、これから黒くなってくるんですね。いやー、今のちょっと鳥肌立ちましたね。うわー、すごい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 。飛んだ。大丈夫ですか？大丈夫です。多分ですけど、私多分集合体って言ったらいいんですか。だからアリとかもちょっと抵抗あって、ちっちゃいの。今みたいな、この一気に一箇所から数十匹がって動くと、ってなりますよね。ほらほらほら。おー、びっくりした。飛ぶ。集合体恐怖症に心が折れた様子の太田さん。亀沢へ応援を要請することに。ちょっと流し込んでることやめてください。うわ、やばいやんけ、何これ、すごっ。これやばいっすよ。これやば。これどうすんの？ちょっとほらすごいで。何匹おんのこれ。飛ばへんやんなこいつら。いや、わかんないです。飛ぶ？そう。もうそこもうほんまに無理や。マジですごいね。このことが無理。ちょっとでかいって。でかい。でかっ。瓶の中におるやん。自然にすごいっすよね。虫やん。もうカサカサ言ってる。めっちゃカサカサ言ってる。顔出してるやん。全然可愛くない。ちょっと待って。怖い。ほら。うわ、すごい。ほんまにすごい。何これ。
何すごいってこれ。卵の殻の音ちゃうやろ。ゴキブリやん。もう怖い。めっちゃ怖い。めっちゃ怖い。あ、すごい。いやいや、これ。すごい。やばいってこれ。すごい。もう一個で。100匹ぐらいおるのかな。ここだけで。ほらすごいなこれ。ほら。うわー、なんか1匹2匹やったらあれやけど、大量にいるとめちゃくちゃ怖いですね。怖いですね。どうすんのこれ、ほんまに。もうほんまに嫌やねんけど、動かんといてほしいねんけど。飛ばへんな、ほんまに。こいつら。飛んだらビビるけどな、ほんまに。気絶するんじゃん。そうですね。から取ります。ちょっと慣れてきましたね。克服したはずの亀沢だったが、この後最大のピンチが。飛ぶんや。克服したって中油断してた。いや、飛ばへんもんや思ってた。飛ぶんや。全然怖いな。ちょっともう飛ぶって聞いたらめっちゃ怖いなってきた。無理やな。無理。ちょっと怖いわ。これ飛んだやつ。これ飛んだやつちゃうんちゃう。羽ついてたもん。こんなこっち系やで。飛ぶやつや。でかい。わきれた。ゴキブリで溜まったストレスをカメラマンで発散する亀沢。彼はすでに限界を超えていた。集合体恐怖症の太田さんに続き、そもそもゴキブリが苦手な亀沢もここでリタイア。特殊清掃は全然何とも思わないですけど、ちょっとゴキブリは苦手ですね。存じております。キッチンから離れ奥の部屋で作業することに。動きが、ゴキブリがなんか一気に消えて、どこ行ってんの？そうですね。そうやたらないですね。こういうレクスがそのままずっと置いてあるんで、カビ生えてる。ゴキブリも繁殖するわな。皆さん、ここ決定的な瞬間です。恋してた。2匹のゴキブリが重なり合っているように見えます。実はゴキブリのメスはたった一度の交尾で精子を体内に蓄えることができるようで、つまりこれ以降はオスがいなくてもメスだけで何度も卵を産めるということに。たった1匹の放置が未来の大量発生につながる理由がこれ。徹底的にやるしかない。あれだけかけたらどうしよゴキブリ専用のスプレー。
新たな武器を手に入れ、安堵の笑みを浮かべる亀沢。反撃ののろしを上げたが、その前に片付けを監修させることに。まさにプロフェッショナルの帰還。あ、すごいすごい。落ちない。作業の終わりが見えてきたので、ゴキブリへの反撃を開始。武器を手に入れようともゴキブリは苦手な亀沢。飛んできた。上にいるんかな、まだ。上から海に残ってますテレビの裏。めっちゃおる。あっち出てきた。めっちゃおる。すごい光景です。お。冷蔵庫の裏怪しいですね。ここの蓋、冷凍室が蓋閉まらないんですけど、これのせいで中の氷とか霜とかが溶け出して、こう床がちょっとちゃくちゃになったんですよ、水漏れで。そうだね。冷蔵庫買い替えた方がいいかもしれない。でもし使ってらっしゃらないんだったら、電源抜いといた方が、これ下水浸しになってたんで、水漏れの原因になって下から補助来たりとか。あらゆる隙間も丹念にスプレーしていく。住人はどんなことを思ってお部屋で過ごしていたのか。空間の中でこう生活されている時ってお気持ち的にはどんな感じでした？窮屈だなとも思ってたし、でもその狭さにはやっぱり慣れてましたね。ああ、そうなんですね。3年ぐらいずっと中止やったんで、ああ、そうなんですね。お気持ちの面ではどうでした？こうメンタル的にちょっと。やっぱ沈んでました。ああ、やっぱりそうなんですか。やっぱりそうです。なるほど。ゴミだらけなんで部屋を明るくしたくなかったんですよ、見たくないから。ああ、なるほど。そうだからずっと暗くしてて、ああ、だからあの中でテレビだけつけてゴロゴロして
みたいな感じでやってたんで、ほんまに外では割とマシに見えてるかもしれんけど、家帰ったらもうほんまこんなゴミ人間でやってられんみたいな思いながらああ、なるほど。生活してました。ずっとあそこで生活してたのって半年前なんであれですけど、最近よりだいぶ暗めの思考やったと思います。家帰ってもあんな状態やから、はい、彼氏できれへんかったら、はい、こうやってゴミに埋もれて死んでいくんやみたいな思いが。あ、実際そういうことも考えられてたんですか？やってました。沈むしゴミがガラガラ鳴るじゃないですか、はい、ってたらその音にもイライラするしみたいな、ずっと話して、ドア開けたらまずペットボトルが落ちてくるじゃないですか、はい、その音が人に聞かれるのが嫌で、両隣に聞かれるのが嫌で、もうマジで帰りたくないな、でもあそこしかないしなみたいな。ああ、なるほど。結構な量のG ゴキブリ、はい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 、そこで出てきたんですけど、まあ、僕の見立てでだいたい1000匹近くはいたのかなとは感じるんですけれども、ちょっと考えられない。ああ、なるほど。1000匹もおったとか、はいはい、どのように心がけていこうとか考えておられますか？コンビニのゴミをずっと出せずにいたんで、はい、自炊を心がけようかなと思ってます。まあ綺麗になったお部屋で、逆に半同棲することになったら、掃除はできそうですか？できます。掃除はできます。掃除はできるとかじゃなくてします。これから一緒に過ごす人ってなったら、まあ言い方あれやけど、ちゃんとできるよっていうとこ見せとかないと。ああ、なるほど。彼氏さんできてよかったです。あ、本当に、もう本当に。あれから全然違うんで、本当に。もう人生変わったぐらい。人生変わったぐらいの勢いはあります、本当に。めちゃくちゃ幸せそうやな。いいですね。羨ましい。仕事行くのも嫌やったけど、なんか職場に彼氏が来てくれるってなったら、ちょっと会えるから嬉しいなってなって行きやすくなったりもする。ああ、なるほど。すべてがいい風に。行ったら会えると思ったら。めっちゃいいですね。綺麗になったお部屋で何かこんなことしたいなとか。まずは寝たい。寝たい。一緒に寝たいです。一緒に、はい、いいですね。では作業の方完了しましたので、ご確認の方お願いいたします。地面が見えるだけでもすごい感じくる。ああ、よかったです。嬉しい。ドアが開く。ドアが開くのがすごい嬉しい。そうですね。先ほど朝来た時ドア開かなかったです。こうやって入ってましたもんね。よいしょって。ありがとうございます。いえいえ。実際こうやって見るとあれですね。床も綺麗ですね。そうですね。はい。まあ、逆にゴミで埋め尽くされてたんで、逆に実際今のお気持ち的にどうですか？いかがでしょう？頑張れそう。はい。よかったです。自炊されるって言ってましたけど、キッチンめちゃ。そう、できる気がします。どことなしか表情がすごい明るくなられてる。僕も嬉しいです。ありがとうございます。本当に。すごいハッピーです、気持ちが。あんなにゴミあったのにすごい嬉しい。まあ少しね、ベッドとかお布団とかマットとか用意していただいて、ね、ある程度整理したらもう彼氏さんも全然増えるお部屋だと思うんで、はい、はい、癒してよかったと思いますか？よかったです、本当に。他社との比較でちょっと2社目で選ばせてもらったんですけど、全然費用の方も考えていただいたんで、ありがとうございます。この関西クリーンサービスさんって決めたんで2社しかやってないんですけど、はい、1社目の半分ぐらいの値段でやってもらえたので。ああ、そうですか。ありがとうございます。
視聴者様の中にもですね、ゴミ屋敷になっている現状とか、ご自身のお部屋がこれが恥ずかしいとか、こんな状況っていうのを人様に見せられないという方結構いらっしゃると思うんですね。ただもう早く片付けた方が絶対にいいので、ご自身のお気持ちのメンタルの部分のためにも、今回は彼氏さんとのね、ことがきっかけでお片付けに至りましたけれども、早く片付けた方が絶対にいいと思いますので、ぜひご依頼の方よろしくお願いします。作業が終わり、実際亀沢にとってどんな現場だったのか。大変でしたね。もう何が大変かというと、生きている中で一番苦手なものの一つ、ゴキブリですね。実は結構苦手なんですよ。はい、お恥ずかしい話、こういう仕事にね従事しておきながらですけれども、数匹程度でしたらもう見慣れたもんですけれども、やはり今日の現場何匹いました？あれ1000匹ぐらいいましたよね。しかも飛んできましたもんね。飛んできましたねえ、あれは怖かったな。恐ろしかったな。いつも冷静沈着なイメージだったんですけど、そうですね、ちょっとかなり取り乱して、もうお恥ずかしいシーンをたくさん見せてしまいまして、本当に申し訳ございませんでした。はい。ご依頼者さんの様子を見ていかがですか？23歳という非常にお若い方だったんですけれども、作業前にご挨拶させていただいた時の表情と作業後のお顔の表情がですね、もう全くもって違ったので、本当に明るくなったなというのをすごい感じ取れたので、めちゃくちゃ嬉しかったです。あそこまで分かりやすくね、やっぱり表情に出てるとこっちも嬉しくなりますよね。彼氏さんと一緒に過ごしたいからっていうことで、人生の新たな門出と申しますか、そんな感じに携われて非常に嬉しい思いでございます。女性なので、あそこまでね、なかなかゴミ屋敷になってしまうと、なかなか人を招き入れるとか、たとえ業者でもね、依頼するのを躊躇してしまうと思います。結構な勇気振り絞られたとは本当に思いました。それも彼氏さんとの愛のパワーですね。関西クリーンサービスのチャンネルではですね、孤独死であったり、孤立化問題、8050問題、あとは遺品整理であったりとか、特殊清掃を取り扱わせていただいております。ぜひ他の動画もご覧いただけると幸いでございます。また X の方でも毎日いろんなことを発信しております。ぜひそちらの方もチェックしていただけるとありがたいです。チャンネル登録の方もぜひよろしくどうぞお願いいたします。両百千万千万の衆生小獣脳も完全温盆さ一心称名完全温盆さ即十字完全温上界徳芸脱脈税完全温盆さ妙写節入大価格脳小前温盆さ陰人